空が青いな。はい、おはようございます。今日は11月19日水曜日でございます。はい、すっかりね朝寒くなってまいりました。はい、寒いんですが今日も、頑張っていきたいと思います。今日はね、前回こちらね、窓側、棚をね作るために、寸法出ししてですね、下地を調べましたんで、で図面ね描きましたんで、こちらね、はい、こんな感じで材料もね拾い出しましたんで、今日はね、材木屋さん行って、第五木材さん、いつもの第五木材さんね行って、ちょっとね、まずイーニッサンをね1足買ってきて、イーニッサンがですね2足必要なんですよ。ですので、12本入りかな、1足、ただ置く場所がないんでねとりあえず1足買って、あとベニヤも必要なんですけど、今日は1足買って、それで、まずね、天井と下場と、固定する作業をね、やっていきたいと思います。で午後はねまた、古民家の解体ね行ってきたいと思います。で昨日ね、結局例の脳梗塞のおじさんのところね行ってきたんですが、ちょっとねなんか、テンパっちゃってて、よくわからないんですよ。はい、何をしたいのかということで、ちょっとねあれはね、保留という形でさせていただきたいと思います。はい、ということで今日も一日よろしくお願いいたします。人月。はい、それでは毎朝のモーニングルーティンでございます。今日も写真撮っていきたいと思います。はい、こちらじゃん、カリオストロの城レーザーディスクでございます。はい、隣のトトロレーザーディスクでございます。未来湘南コナンナンバー2、はい、レーザーディスクでございます。まあそんなところで写真撮ってきます。はい、それではさっき撮った写真をねメルカリにアップしていきたいと思います。はい、じゃあね、材木買ってきましたんで、荷物を下ろしていきたいと思います。
はい、それじゃあね、材木、買ってきましたんで、次はですね、こちらね、この下場と天井部分、向こう上にね印しなきゃいけないんで、レーザー水平器、じゃーん、レーザー水平器、これを使ってね、はい、それじゃあね、こちらね、4メーターのインニッサンなんですけど、天井につけるときね、ちょっと一人でね、こっち側と4メーター側でこう押さえてらんないんですよ。だから一人でやるときはこれでね、紐で、U 字フック作りましたんで、よいしょ、わかるかな、これ引っ掛けてね、やっていきたいと思います。はい、ということでね、まあ一人でね仕事しているとですね、何かとですね、ちょっと持っててとかね、押さえといてとかいうのがね、できないもんでございましてですね、じゃあそうした時に一人でやるにはどうしたらいいかとまあそういうことをね、いつも考えておりますんで、そうするとですね、一人でできちゃうもんでございます。はい、ということで、4メーターのね、イニシさん棒をですね、一人で天井に押さえつけまして、それでビスを打っていっております。はい、ということでね、前回下地、天井上の下地をね、確認しておりますので、ビス打っても効くという判断で、ビスを打っていっております。はい、ここね、天井がジップトーンというね、石膏ボードの材料でございますので、下地がないところにビス打ってもですね、ボコってすぐ抜けてしまいますので、下地を探して下地に打つと、まあそういうことがセオリーとなります。はい、これでね、フックにタコ紐をね、回しまして、そして片側ねぶら下げてやっておりました。はい、ということでレーザー水平器でね、下の出っ張りのところのね、レベルを上空に出しまして、その、ライン際で、イニシさんを取り付けていっております。よいしょ。で、上天井がね終わりましたんで、下場ねこちら、も取り付けていきます。このね、面に合わせて天井をね、つけていっております。でこれがね今4メーターで、つけたわけでございますが、その残りね、足りない分ですね、こちらを、切りまして、はい、そして4本ね切りまして、下2本上2本取り付けしていきます。でこの辺りからね、おばちゃんがやってくるんですねはい、おばちゃんが、はい、いつも来るねもう常連のおばちゃんなんですけど、はい、おばちゃんが来ますはい、これがね、上にイニさんつけまして、2本ね、で下の方もイニさんを取り付けました。はい、ということでね、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。いやー、今窓枠じゃねえや、窓のところの棚ね、はい、今一生懸命作ってたんですけど、はい、またね常連のおばちゃんがね2人来てくれまして、こういうね買い取りしたんですが、もうだいたい1人ね30分から1時間ぐらい喋って帰るんですよ
ということでね、もう棚作りたかったんですけど、もう終わっちゃいました、時間が。はいということで、またね、今日午後から、はい、古民家の方にね、解体に行ってまいりたいと思いますんで、ドローンさせていただきます。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いしますね。はい、ということで、この後古民家行ってまいります。ドローンいたします。ドローン、はい、ということで、今日は午後からね古民家の方にやってまいりました。はい、またね業者さんいるんでね、静かにやってまいりました。こちらトイレ、今日はねトイレの解体やっていきたいと思います。ということでゲッツ。はい、じゃあね、便器外していきたいと思います。はい、ということでね、午後から、古民家の解体ということで、お風呂はね、すっかりもうなくなりましたんで、今度はねトイレを、ぼっ壊していきたいと思います。はい、ということで、誰かねコメントでいただきましたけど、ぼっ壊すっていうね、方言なんだそうでございます。群馬の方のね、はい、群馬もね話は変わりますけど、私そのサラリーマンだった頃ですね、群馬タウン島だったことがございまして、毎日、群馬に通ってですね、現場をやってたことがあるんですが、その時にね、業者さんがほとんど群馬の業者さんなんで、はあ知らねえよ、俺は知らねえよとかね、いろいろ群馬弁をね覚えさせていただきました。はい、ということでね、トイレこれ右に傾いてるのをご存知ですか？はい、もう床がねぐずぐずでございまして、はい、で隣のね壁をぶっ壊しまして、それから便器をね取っていこうということでございます。はい、まずタンクのところの下場に、ビスがありまして、そしてウォシュレットのところにビスがありまして、そして地面から、ビスが4本出ておりますので、合計8本のビスを外すとですね、便器取れます。はい、でその際に、給水のね、配管がありますので、水道が来てる場合はそこを気をつけて、取らないとそこから思いっきり水が出てきますので、元栓をきちんと閉めてから施工するようにしてみてください。誰もやんないか。はい、ということで、最近ですねなんか夜ですね、あちこち体が痛いんですよ。はい、でなんだかわかんないんですけど、全く、記憶がないんですが、大体ですね、解体している時に、バールがですね体のどこかに当たったりですね、思いっきり叩いちゃったりですね、はい、してるんですね。はい、ところがですね、施工途中は私はもうほとんど気にならないので、確かに痛ってっていうのはありますけど、さほど気にならないので、後になって夜になって体が痛いと、あちこちが痛いと、なんか打撲の跡があるということで、はいございます。便器撤去完了いたしました。はい、ということでね、今日はこちらトイレ解体いたしました。便器外してね、壁外しました。はい、ということでね、以上となります。ありがとうございました。
はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。トイレね、今日解体いたしました。はい、ということで、本日は以上となります。ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月